平屋最高。こんにちは。こんにちは。今日はですね、たくさんご要望をいただいていた私たちの家のルームツアーをやってみようと思います。って思った人もいると思うんですけど、ってねTwitter とかインスタを見てくれている人は知ってると思いますが、実は引っ越しました。はい、もともと私たちは神奈川に住んでて、でいわゆる湘南って呼ばれるエリアに住んでいたんですね。で2人とも海が好きっていうのがあって、サーフィンがしやすい環境っていうことで都内から、湘南に引っ越したんですけど、何年か時が過ぎて私たちの求めるものも変わってきたっていうのがありました。 DIY とかやるし、車も2台あるんで、もちろん湘南海が近いし大好きだったんだけど、もっと広い土地に引っ越したいっていうのが一番大きかった。土地が広いかつ、大好きな海も近くてサーフィンだったり釣りがしやすい環境っていうので、ずっといい物件ないかなって探してたんですね。ずっと探してたよね。めっちゃ探しとったね。でついに見つけたんです。はい、最高の場所。はい、詳しいエリアはちょっと差し控えるんですけど、場所は千葉です。千葉です。はい、波乗り天国です。はい、釣りも天国です。そう、この家なんですけど、古民家なんで DIY 手直しした場所も結構あるんですけど、もっとすぐ住める状態ではあったけどね。そう、DIY の様子はまた別の動画にする予定なんですけど、今回はひとまず要望が多かったルームツアーをします。はい、それではどうぞ。どうぞ。田舎の平屋に引っ越してきました。ちょっと紹介をするんですけど、もう車2台は余裕で止めれる。庭が広いっていうのはポイントだったね。そうで、最近届いたのが倉庫。これでかなり家の中を DIY グッズとかキャンプ道具とか、あと車のスタッドレスタイヤとか、サブバッテリーの眠ってるやつらとか、スキーの板とかね、冬用の装備とか、タイヤチェーンとかで、あと草刈り機ね。この倉庫は展示品を半額で買いました。ちゃんと基礎工事もやってくれてね。結構時間かけてやってたね。そう、このあと台風来るから荷物が守られる、しっかり。家はこんな感じのすんごいこじんまりした平屋、古民家。この辺の壁と屋根はリフォームしてある。これ昨日完成したやつです。外キッチン。なんかもともとこの蛇口だけついてて、この下にシンク置いたらちょうどいいんじゃねって思って。高さ的にもね。そうで、外にシンクあるとさ、釣ってきた魚をここでさばけるっていう、それが目的なんだけど、そのためにこの巨大なシンクをさ取り寄せて、この板は俺の実家にあった木の板を流用して作りました。めっちゃ時間かかったよね、これね。ちょっとね、その水道が向こう側に傾いてんだけど、でももう全然使えるよ。使えます。で、排水はね、ここにちょうど排水のマスがあってぶち込んで終わり。そこは玄関なんだけど、俺らはここ玄関として使ってない。中に入ったら理由は分かります。俺の愛車のカブちゃんとかキャラバンとか、そう、ここにも水道がついてたから20メートルのホース付きのシャワーを買いました。これめっちゃ便利で、敷地中ずっと伸びるし、キャラバンの給水タンクに給水するときにシャワーのホース伸ばしてそこに給水できるっていう。そう、これ革命。今までさ、駐車場から家までタンクを往復して運ばないと水の準備できなかったんだけど、その手間がなくなったのはでかいっていうのと、この家の前にキャラバンを置けるから旅の準備とか超絶楽になった。この横の窓をメインの出入り口として使用してます。この軒下に麻紐で洗濯棒を吊るしてます。ここにベッド干したりしたりね。ベッド干したりとかに使うね。ちょうど昨日ここにねベンチを置いて、俺ここがすごい気に入ってんの。朝も気持ちいいし夜も気持ちいいし、晴れたら星も見えて、虫の鳴き声とかも聞こえてね。鳥線香必須ですね。
外で過ごすとき。この家は持ち家ではなくて賃貸。持ち家でも探してたんだけど、この立地と周辺環境とこの家条件全て満たすのがこれだったんで借りました。家賃は5万5千円です。前に畑があるんだけど、それもなんか数百円か1000円ぐらいで貸してくれるみたいなこと言ってた。頼めば、そう中行こっか。中はこんな感じ。もうなんか昔の家だよね。もう元はもうすんごい古い古民家なんだろうね。でも壁とか全て取っ払ってあって、もうほぼ一つの空間みたいになってる、全てが。そうでも土間なんだよね。そうこれね、ちょっとここ往復するのに脱ぎ履きが必要なんだけど、別にそんな慣れれば面倒くさくはない感じ。なんか脱ぎ履きしやすいこういうスキッパでいつも生活してる感じ。掃除はたまにこれで吐いたりとか、掃除機かけたりとか。そうほうきとちりとりでね。コンクリで良かったっていうのは、暑い時に俺結構そこでね水浴びするじゃん。水浴びして濡れたままこう入ってきても何の問題もないっていうのが助かってる。ここがメインの食事どころです。でちなみにこの家は賃貸なんだけど DIY し放題なんだよねっていう条件がついてます。だから結構俺ら自由にいじりまくってる。でこれについては元からあったやつです。例えばこの棚とかね、後からつけたしね。そうこのテーブルだけあったんだけど、ちょっと収納も必要かなって思ってこの棚を後付けしました。でちょっとこれ高いじゃん、テーブルが。だからこのカウンターチェアみたいのを買ってつけました。これも結構座り心地よくて高さ調整とかもできるようになってます。ここはキッチンですね。はい、結構シンクは広めで、この場所も広いんだけど収納がないっていうのが一つ問題としてあって、全くなかったね収納は。そうだからこういうなんだろう、下に滑車のついたこういうカートを買って、いくつか買ってこういうものを入れて3個買ってこの下に入れてるっていう感じ。調味料とか皿とか、これ元から持ってたやつだけど、これも活用して使ってる。でこの家は洗面所がないんですよ。そうなのでこのキッチンがキッチン兼洗面所っていう役割をする。顔洗うのもここっていう。そうだから洗面用具とかもここに収めてます、鏡とかね、歯ブラシとかね。ご飯の後はすぐに俺が皿を洗って片付けるっていう運用にすれば、だいたい顔洗いたい時とか歯磨きたい時にここに何もない状態を作れるんで、それでやってます。今のとこ困ってない。ここはもともと何もなかったんだけど、前の家で使ってたカーテンをリメイクしてここにカーテンつけました。でここになんかテープ LED 的な照明がついてて、これは結構明るくていいね。でガスコンロがないんですよ。ないんですね。だからIH 使ってるね。もともと持ってたやつ。一口の IH で今のところやっていけてます。まあ火が必要だったらカセットガスコンロとか持ってきたりね。洗濯乾燥機ですね、これは。洗濯乾燥機ね。乾いたやつはここにボンボン入れていくっていう感じ。この私用、達夫用で分けてるんだけど。今までは普通の洗濯機で洗濯してベランダに干してたんだけど、その干すっていう作業がなくなった。干すには干すための道具とかも必要になるわけじゃん。ハンガーとかそういうのもいらなくなったんで、それもいいよね。今これが置いてあるスペースっていうのがもともとね土壁だったんだよね。ここ周り土壁で、ここになんか腐ったドアがついてて、なんか中途半端に固定されてたの。でまずこのドアを取り払って、この木の板に変えました。そうでもうドアじゃないからここは開かない状態になった。開かない。でこの土壁はベニヤの板を張ってパッと見綺麗にしました。そう土壁ね、ちょっと触ったらザラザラ落ちてきたりしてたんだよね。でここに棚を作って洗濯済みのものを入れるスペースを作りました。なんか
ここに煙突の残骸が残っててさ、昔多分ここ調理場だったんじゃねえかなっていう感じだよね。であとブレーカーとかもちょっとむき出しでここにある感じです、はい、ちなみにたまに不意に落ちたりするよね、ブレーカーがね。なんかでもその落ちるタイミングがちょっとよくわからんのよね。うん。じゃ次はこの冷蔵庫周り。はい。なんかね、本当はこの冷蔵庫のが今佇んでいるところに洗面台をつけれるこの水道の元栓みたいのがニョキって出てたんですよ。でしたね。それがあるとピタッと角につけておけないから、これ作ったね、土台をね。この下にね、なんかこんなんがあるんだよ。お湯と水が出てきそうなのとあと排水口みたいのがあって、これを活用したらここに洗面所作ったりもできるんだけど、さすがにここは冷蔵庫置き場だろうってことになって、でついでにこの棚も土台の上に置いて、この収納にもなったね。でなんか照明がね、なんかこういう電球なんだよね、この家全体的に。優しい光に包まれております。これを結構気に入っていて、あそこのね、そういい感じだよねこれ。そんなめっちゃ明るいってわけじゃないんだけど、なんかぼんやり明るくて、天井最初からこの木張りになってて、これも気に入ってるよね。で壁も白塗りにされててね、綺麗にこれはリフォームしてくれたんだと思う。何の変哲もない、変哲もないところに見えるかな、2って書いてあるんだよねこれなんだろう。玄関入ってすぐのところなんだけど、100均で買ったこのなんだろう、金網みたいなのにフックをつけて鍵をかけてます、この出入り口に鍵を置いてるのはいいよね。でこのカゴにそうここにね蚊取り線香置いてて、これでチャッカマンですぐつけられるようにしたりとか、これベープとか日焼け止めとかサングラスとか置いてる。でここポータブル電源、今外電源がないから、外で工具使いたい時とかにこのポータブル電源を使ってます。ここから線出てんじゃん。多分これ使ったらここに外電源設置できるんじゃないかなって思ってるんで、その説はある。将来的にこれはありだなっていう感じ。この棚は前の家から持ってきたやつな。土間からこう上がるね。でここはもうベッドだね。ベッドセミダブル。前の家でもセミダブルのこのマットレス使ってて、それを使い回すためにもセミダブルのこのスノコベッドをゲットした。ロールカーテンは元からついてたやつそのまま使ってます。で奥のカーテンは新しく買いました。そうでエアコンはね元からついてたね、ありがたいことに。ベッド下に布の袋を置いて服とかを、服は全てこのベッド下に今入れてます。シェインっていうなんで爆安の通販、もともと服しか売ってなかったんだけど、最近インテリア系とかも売り出して、シェインの爆安のこのケースでやってます。ケースでここが渾身の仕事スペース。そうここもともと押し入れだったんだけど、なんか押し入れの感じのまま仕事するの嫌だから、木張りにして照明をつけてこんな感じにしました。上がなんか違ったんだよ。上もまで真っ白だったからさ。棚も DIY で作って上と下にね。であとはまあ100均グッズとかで収納を整えたっていう感じです。そうこの家本当に収納が少ないっていうのが一つデメリットとしてあったから、それをカバーするためにいろいろ手作りしたっていう感じだよね。でインターネットもここから引き込んであって、ちょっと裏側はもう壁の映像を映すけど、爆速の光ケーブル来ました。今までね J-COM でねめちゃくちゃ遅くてね、30分動画1本上げるのに4時間とか5時間とかかかってたのが、今もう10分で終わります。最高のネット環境を手に入れた。ちなみにこっちが海小関で、こっちがカツオ関ね。なんか海子いろいろやってたねこれね。そう
これ100均の有効ボードつけて、海子お気に入りスピーカー。超ちっちゃいのこれ。これあれで昔オートバックスで500円500円で売ってたやつね。未だに使ってるのすごい。あと達夫と海子のこれ10万人の銀の盾ずっとしまってたのここに置くことにした。ついに飾る場所ができた。できた。さらに上にも収納があって、ここはもうめったに使わない旅行用のサーフボードケースとか、あと冬の服とか、今夏だけど冬服は使わないのでこう入れてたりとか。そうプチコ、あとゲルニグッズね。これ前動画で紹介した緊急避難用のグッズ、ここに置いてます。私らはゲルニグッズと呼んでいるんだけど、これは防災バッグ。防災バッグです。でここにつけてるカーテンはキッチン前につけてたカーテン、あれの残りの素材を使って昔のカーテンをリメイクして作ったやつ。これもちょうどいいよね。カーテンレールはもともとこの押し入れのとこについてたんだけど、それを上にずらして付け替えた感じ。ここはもう普通に収納として使っている。この下にスーツケースでしょ、でこの右にこの棚を入れて、下になんかミシンとかたまに使う電化製品で、上にここ釣り道具で、ここはなんだ包装用品とかバッグとかヨガマットとかで、掃除機はもうこれね、吸引力の衰えないマキタソン。こっち側またね、土間が終わって上がるゾーンになる。金網をつけてウェットをかけられるスペースを作りました。これね、仮にウェット多少濡れてても下が土間だから何の問題もなく、かけられる。ここがクローゼットスペースで、ちょっとまだ完成してないんだけど、スペインで買った爆発のラックがちょっと崩壊しかけているので、ちゃんとしたやつを買いました。めっちゃ斜めってんなこれ。これはやばいですね。ここはもともと玄関なんだけど、メインの出入り口をこっちにしたんで、ここはもう玄関として使わないことにします。今立ってる場所は一段上がっていて、この玄関のところはまた下がってたんだけど、ちょっと上がって下がってはもう超めんどくさいから、底上げした。ここに土台を作って、底上げした上にここをクローゼット化する予定です。で今さっきの爆安の通販のシェインで買ったクローゼットがなんかちょっと物かけたら重みで潰れちゃったんで、シェインもこれはもうダメ。ちゃんとしたクローゼットにします。そう、しかも壁も土壁だったんだけど、ここもさっきの洗濯機のところと一緒でベニヤを貼って綺麗にしてます。最後水回り行きましょう。ここがね、お手洗いです。ここは特に手つけてないんだけど、最初から水洗トイレついてます。だけどこれ汲み取り式なんだよね。このトイレは汲み取り式です。そう、それがなんかちょっと心配してたけど、全然普通。今のところ全く匂い気にならないよね。そう、匂いが心配だったんだけど、匂いもしてない。しかもこのトイレも水洗でウォシュレットもついてるんで、普通に快適におトイレできております。でなんか俺多分匂いしない理由なんだけど、ここのところがしっかりパコって匂い通さないようになってんだよ。そこで密閉されておるということか。そう、しかも水があるし、水がこの蓋になってんじゃん。要は空気でこう筒抜けだったら絶対に臭くなんだけど、このトイレのおかげだと臭くないの。でも一応このなんだっけ、バイオの消臭剤を1週間に1回入れてます。はい。これはなんか手作り感のある手洗い場。はい。なんか最初からやってあったね。これね、窓が俺ちょっと気に入ってんだよね。バージャンみたいでいいよね。このさ、鍵。そう、しかもそこ開かないんだよ。鍵全部回して開けようとしたんだけど開かないんだよ。これ開かないんだよ。このレトロな感じ。昭和だよね。そう、ならではだよ。対象の可能性すらあるけど。タオル掛けをドアの内側にこうつけてます。外側にもタオル掛け。タオル掛け。普段シャワー浴びるときに自分の体を拭く用のタオルがここにかけて。で足拭きマットをここにかけてると。で上に新しいタオルとか、なんか右なんだ。これは私の洗面用具。海子の洗面用具置いてるね。シャワー行きましょう。シャワー、まずね、ここにつけてシャワーカーテンをつけてるんだけど、これ100均で買った。ちょっと斜めってんね。
あ、ほんと斜めってるね。シャワールームだね。この家には湯船がなくてシャワールームだけあります。窓の外側はなんかすだれがあって目隠ししてくれている。これ元からあっあ、カエルだ。た。カエルに人気なんだよね。かわいい。湯船がないやん。うん。でそれをね解決するのが私らクジラ風呂と呼んでいるものなんですけど、ここにクジラが書いてあるからなんだけど、アマゾンで3000円でした。そう、これなんかさ子供プールみたいなやつよ、いわゆる、こんな感じよ。お、そうそうそう、もうこんな感じ。もう最後の最後、この家の裏には樹木があって、何がなってるの？まだわかんないよね。関係のやつが一つ。うん。それめっちゃトゲトゲなんだよね。これ気をつけないとやばいよ。あとこれはスモモ。これスモモ。食べた。あ、食べたっけ？なんか謎の硬い実が、これとか何なんだろうね。これは椿の種の。あ、これ椿なんだ。これまた柑橘系やろ。うん。あ、これ。うん、そう。ちょっとなってるの。食えるかなこれ。これ。秋になったら大きくなって。そう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 。葉っぱ的にビワだと思うんだけど、なんかそこのビワの実が落ちてここに生えてきたんじゃないかなと思って。違う、前の持ち主がそこのビワを食べて種ここにペッて捨てたの。それがここから生えてきたの。なるほど。この辺にさ、ブルーベリーとか植えてもいいかなって思う。ブルーベリー何これ？何が起きた急に？やばいやばいやばい。急に台風感出てきたよ。ああ、てかさっきまで超穏やかだったのに。何急に？今日普通に晴れ予報だったよね。水はけが試される。でさっきまですごい穏やかな感じだったのに急にね、本当にね。ね。なんだろう。穏やかな晴れだったのに。ああ。作ってる。あ、もう見て。すでにね、お、砂肝が完砂肝成しておる。串はできてます。軒下で焼き鳥パーティー。海こずジャーニーの5万人記念だ。カツオとメコと別で海こ旅っていうチャンネルやってるんですけど、そのチャンネルが登録者5万人を超えて、本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。なんか本当にさ、私さ、海こ旅の方全然なんか定期的に動画アップできてないのに、なんか毎回コメントくれる人とかいて、本当に感謝してます。5万人ってすごいことだよ。嬉しい。サッカーのスタジアム5万人とかでいっぱいになるじゃん。そんぐらいの数の人が登録してくれてるってことだ。いや、家の軒下でこんなんができるって最高だよね。家にいるのにすでに楽しいっていう、旅してないのに楽しいっていう、もうプチアウトドアだよね、これもね。この七輪ね、豊岡のおじさんにもらったやつ。ありがとうございます。完全にぴったりじゃん、この卓上の七輪。でこのキングキャンプのテーブルもいい感じじゃない？結構しっかりしてるでしょ。ねえ、これも家用にしてもいいレベルだよね。ちなみに達夫チャンネルっていうのもあるんで、ぜひチェックお願いします。よろしくお願いいたします。まあ達夫が一人で釣りしてる動画ばっかりなんだけど、もう神奈川住んでる時だと考えられないよね、こんなの。しかもここ軒下だから、今日雨予報なんだけど関係なくできちゃってるからね。本当に素晴らしいっすよ、これ。神奈川の都内に住んでたんだけど、その時なんて本当にありえない。ありえないね。マンションだったからね、三茶の。こんなんやったらもう一発で苦情なんじゃない？この広い土地と軒下と平屋、最高。いける。いや、絶対うまい、これ。いけるいける。
うめえ。美味しいせっこれせりうまっ。あ、特製だれ。うん。追加でオンリーネギのやつも来たね。やばい。締めのラーメンまで作っちゃった。それをバキを見ながらここでラーメンを食べるという。